はいはい。どうした？あ、ミニ？前回はね、親父スペシャルを作りましたけどね、親父があれば、この子供があってもいいやろうと。こうミニをね、ちょっと手掛けようかなと。これは何なん？このミニはそれぞれ。まずこれはね、現役だと思うんですよ。ABC の。あ、僕のや。これ多分、タミヤと同じサイズだと思う。これがまあ、俗に言われてるミニ。ドコモの TC ミニの YMP バージョン。その、リリースカップのために作ったラダー。まあ、こっちは参考のために、現行の10分の2。何センチぐらい短いの？一番最短でいくと、大約5本ぐらいね。5センチぐらいか。真ん中のはあと1センチぐらい。4センチとか。で、これがもう少し長い。であ、そう、それもあんのか。これはね、5セルを。これが本物っていうかオリジナル？うん。完全装備の本当にそうだよね、これね。5セルやったんか。6セルは積みきれへんやな、サイズだな。そうで、4セルだと今度、他に問題が出てる。サーボとかね。で、こっちは4セルだったね。4セルか。まあ、私が狙いとするところは、このサイズじゃなくて、肉 RWD ね。まあ今、リボのね、ショートリボがあるんで、ああ、そうか。だからまあ、ショートリボ専用にした方がいい。ん。だからその辺をちょっと煮詰めて、一番最初にそのコンセプトとサイズを決めないといけない。これがね、頭の中で作った車を図面化して、それを形にするにはすごい時間かかるんだよね。まあ何ヶ月もかかってしまう。今はね、3D プリンターとかあるんで、データさえできれば簡単に形はできるけれど、まあ昔はできなかったんで、私のやり方っていうのは、現在あるものを使って、とりあえず形にして走らせると。それからどんどん煮詰めていって自分なりの形を作ると。いろんなメーカーの部品を集めて、そしてこれが使える、これがどうかと。そうすることによって、またいいとこ取りもできるんで、そういうやり方するんで。でもそのためにはパーツを集めないといけないんで、サイズの違う車を作ろうとしてるんで、それに合ったものをまず選んでいくっていうところからね。で、現在、ミニに対して一番必要なものっていうのは、アームね。従来のそのツーリングカーのアームは使えないんで、これがまあ、ツーリングカーのアーム。このぐらい違うんで、だいたいまあ1センチ。長い方が普通のツーリングの、これはツーリング。今使ってるものと同じ。要は、この幅ね。ツーリングはもう皆さんご存知で190。で、ミニの場合は、だいたい170、60から170。だからだいたい1センチずつぐらい狭くしてるのね。この本当のミニは、これ160。このミニは、ホイールが小さいんですね。これに比べて。これはもう普通のツーリングカーのホイールタイヤを使ってる。だからこれを使おうとすると、この足回りには入らない。ステアリングブロックとか、アップライトとか。だから、これ用の、あれも作ったことは作ったんですよ。この小さいですね。これも弘坂オリジナルで、アームと C ハブ、ステアリングブロック。これもサンプルであるんですけれど、後が続かないんでね。これに付属するパーツがないんで、これはもうこの際、却下と。だからこのサイズは諦めますと。この4点がこれ成形まで作ってね。製品にしなかったんだね。うん、これはもう製品できなかった。で、これはまあ一応もう残念ながら却下と。水見かして終わりか。はい。ただ一応こんなもんはあったと。オリジナルを作りたいわけね。うん。だからオリジナルとしては、ララ用のアームね。これも一式同じだけ作ってるんだね。あ、作った。ミニよりちょっと長い。それはあるんだ。これがあります。で、これの場合は、ステアリングブロックとリアハブキャリアっていうのは、HPI のプロ4を使ってる。これは弘前オリジナル。こっちがプロ4。これがフロントアーム、これがリアハブ、違うんよ、フロントとリアと。違います。長さが違うの。このああ、ハブキャリアが入るよ。これはもうどこも一緒みんな。それあれ樹脂？もちろんですよ。これは成形。これも型が作ってるんで。面白いことに、このリアハブキャリアとかステアリングブロックね、C ハブね、これほとんど共通で使えるので、私のオリジナル、弘坂オリジナルにこれの C ハブが入る。で、ステアリングブロックもどちらも使える。違うのはアームだけであって、タミヤも同じサイズで使える。このような形してるのにほとんど合わせられる。ただ、違うのはピンの太さね。RGT2 は長外3ミリ。ララは内側が3ミリで外が 2.5。TC は中が 2.5 で外が2ミリと。みんなそれピンがそれぞれ違う。ただ、K は
大きくすればいいんですね。これも3ミリなら開けられるし、だからみんな3ミリにしてしまえば。そうするとオリジナルのサスアーもあるよね。それで作っとけばいいってことだね。そうでとりあえず今回はこれを使います。オリジナルね。もう一つ大事なのはこのユニバーサルね。この作ったアルミの。これがそのまま使えそうなんで。それならいきなりそこは上等なんやな。上等な結構その車って上等なパーツが作るね。そうそうそう。ね。後のパーツは一応その RGT2 をベースにやると。そのリアモーターね。これミッドに持ってくるともうホイールレースが短い中にモーターが真ん中に来てしまうので。リアモーターの方が走るんちゃう？肉やから。だから要はこの RGT にこのアームをくっつけて前方を詰めると。短くする。そうそうでそれが一番肝心なのがボディね。これこれがもオリジナル？これオリジナル柄用に作った。これはね幅が170。170。でまあホイールベースは適当にいけるから大体170の220。だからこれちょっと220長いんで210ぐらいにしたいのね。だから一応ベースは210で170でリアアクトサスペンションなし RWD ね。これでちょっと進めてみよう。なんで4駆にせえへんの？簡単やから確かにそうやな。4駆はちょっと複雑やな。 4駆にしようとすると今度ベルトが入ってくるし、うんスペース的にも難しくなる。スペースで考えると RWD の方が圧倒的に詰めるとこがいっぱいあるよね。そう本当はこれなんかも全部そうしたかったんやけど肉じゃ走らないからだから今はその RWD が走るんであれをもっと簡素化してねまあおもちゃに毛の生えた程度そのぐらいの装備でよく走るとタイヤも共有ができるんでああそうか、ツーリング用のタイヤが使えるってことね。そうだからお父さんと子供そうおじいさんと孫と手軽に楽しめるっていうのがコンセプトだね。そうそうそうだということは、うんそんなに高くならないってこと。そうこのミニはキットをばらして RWD みたいにコンバージョンじゃないんでね弘坂オリジナルのキットとして作るんで根本的にだからいらないものは最初から取らないんでねいるものだけを作ってやるんで基本的には安くできるはずだからシャーシーとか板材は全部もちろん手切れするし弘坂のオリジナルパーツがたくさんあるんで全体的には安く上がると思うね、まあ、ボディもついて高くなったら全然意味ないんでねセコンドカーもしくはその入門車用でも走り出したらそれなりにまた戦闘力もあると思うんでね面白いと思う。ジャイロをつけるとまた、まあ、これも当然一水なのねだからすごいシンプルに作りたいどちらかっていうと DD チックなあれに近いそうだね。別に何もルールがないんやから何でも作れるよね。できるだけあるものを安いものをうまく使ってなんとかそこでまとめ上げると、まあ、今度は約半分ぐらいがいわゆる弘坂オリジナルになるんでね期待してもらっていいかなと次は実際に制作にかかります。こうご期待ということで次号をお楽しみにしてください。